こんにちは。今回は白樫の剪定についてお話しいたします。今回の対象は生け垣です。生け垣の手入れというと、刈り込みばさみでまっすぐに刈り込むというのが一般的ですけれども、刈り込みだけで手入れしていますと、生け垣の大きさを維持することが難しくなります。刈り込みという手入れ方法は、強い枝も弱い枝も関係なく、同じ輪郭上で切り揃えることです。それに対して剪定という手入れ方法は、枝の一つ一つを吟味して切ります。刈り込みに比べて剪定は作業時間も少しかかりますし、ゴミも多く出ます。ですが、その木の特性に合わせて成長をコントロールすることができます。あまり大きくならないように木の大きさを抑制することもできますし、生け垣の濃さも、あまり濃くなりすぎないように調整することができます。また、一度剪定してから芽が伸びて、木の形が崩れていくのを刈り込みよりも遅らせることができます。長く伸びた強い枝を脇枝に切り戻して輪郭で切り詰めるという手順です。切り戻せる小枝がない場合や不要な徒長枝は付け根で切り取ります。小さい枝は輪郭で切り詰めればいいんですけれども、徒長枝を輪郭で揃えようとすると、そこからすぐまた勢いのいい枝が出てしまい、形がすぐ崩れてしまいますので、剪定の場合は、よく吟味して不要な徒長枝は付け根で切り取ります。刈り込み作業と大して変わらないようなこういう、安易な切り詰めをしてもあまり剪定の意味はありませんので、きちんと中を見てなるべく多くの小枝で切り戻します。こんなような切り方をするんだったら、初めから刈り込みだけでやればいい作業です。木の奥を探って小枝に切り戻すのが剪定です。道路側の一面が終わったところです。徒長枝がたくさん出ていますので、これらを切り戻して処理していきます。葉っぱが白くまだらになっているところはうどんこ病という病気になっているところです。葉っぱなどが密集すると、このうどんこ病などの病気が出やすくなりますし、虫もつきやすくなります。切り戻し作業によって自動的に枝透かしすることができます。徒長枝と呼べないぐらいの細い枝は切り詰めだけで結構です。ですが、良い方向に小枝があるのでしたら、そこへ切り戻します。小枝がたくさんあれば何段階にも切り戻すことができます。徒長枝があまり出ていない側面や下の方は刈り込みばさみでもいいかもしれません。
裏に回って若い衆の仕事ぶりを見てみることにします。だってちょっと待って、だってその奥の太いのは落とすんだろ。これ落とそうかなだからと思ってます。そういうの先落とさなきゃダメ。先こっちを。だってそれを落としてからその状況でやったら多分これの今のこの枝は必要になるんじゃないの。ここで切ろうとしてたけど、はい、かもしれないでしょ。だから大枝を先に落としちゃう。その脇芽は残すよ。この脇芽は残すよ。これ。はい。この大きいとこ、これを大事に残して、はい、切る。それから考えなきゃ。もうちょい下。うん。
いや、いらない。じゃないです朝からさ、はい今これやってこれ切ったでしょ。か。はいでこれ処理するんでしょ、後で。はい。するんでしょ。だからそれをセットでやんないと。あ、ここだってと。ここの一角やるためにさ、はい。ね、今ここの強いやつ切ったじゃん。あ、こっち行って強いの切ってで、ね、はい。それでこれ切ってあ、そのまま。でこれでこれとこれがセットでしょ。はい。だからそのままの流れでこれをやんないと、これをどういうふうに残したかったかわからないじゃん。はい。そこまでやって次だよ。これでワンセットでしょ。はい。これベーンってしたまんまそっち行かないの。はい。終わってないんだから。飛ばさそうだから一個ずつちゃんと一塊ずつ考えてやってんだったら終わらせないと。はい。だって切り戻すじゃん。はい。ね、切り戻したでしょ。切り戻します。残った枝を処理してそれでワンセットだよ。はい。だからそれまで手を出してくんない、こっちへ。はい。こういう枝も今残した枝そこだろ。処理してそう、だからそれをセットで。はい。はい。切り戻して切り詰めて終わりだ。はい。じゃあだから今これ切ったでしょ。切りました。これのセットどれよ。これセットだろ。はい。これをこれをちょっと引きすぎない。あ、すいません。そう、それでワンセットだよ。切り戻してこれ残したこの2つね、この辺残したじゃん。はい。これを処理してはい。それで次だよ。はい。切り戻し、切り詰め。そう。はい。その作業が一連だから。はい。昔に比べて暖かいせいか、昨今は10月に剪定しても暮れまでの間に一目出てしまう場合がありますので、3ヶ月後にチェックしに行きましたけれども、あまり荒れている様子はありませんでした。木の足元に生えている雑草は3ヶ月前に一度きれいに取ったのですけれども、やはりもう生えてきてしまっています。もちろん毎回このような切り戻し剪定が必要なわけではありません。刈り込みばさみで刈り揃えるだけで済む場合もあると思います。ですが少なくとも頭頂部に関しては徒長枝が多く出る木ですので、少し枝透かしをしてそれから刈り込むというのが良いと思います。徒長枝が太くなってしまってからそれをノコギリで切るのは大変な作業になってしまいますので、早めに
脇枝に切り戻しておくのが良いと思います。今回は白樫の生け垣剪定についてご説明しましたけれども、立ち木になっているこのような単木の場合でも剪定の仕方はほぼ同じです。徒長枝を表面上で刈り揃えたりせず、枝の中で処理するというのがポイントになると思います。ご視聴ありがとうございました。